トリートファイター2ということで、今回はこちらのソフト、ゲームボーイ版ストリートファイター2、こちらのソフトを解説&比較します。それでは動画スタート。ストリートファイター2、爆発的格闘ゲームブームを作った、今も続くストリートファイターの2作目。いろんなバージョン違いが多く作られたのもストリートファイター2シリーズが多い。そんなストリートファイター2のゲームボーイ移植版、発売日は1995年8月11日に発売された。ちなみに発売元はカプコンだが、開発はサンエル。すでにアーケードではスパ 2X が稼働開始されていた。ゲームボーイというプラットフォームでの移植はどのような作品になったのでしょう。今までのストリートファイター2の移植度が高かっただけに期待大です。それでは動画スタート。ゲームボーイ版ストリートファイター2、いいところ1つ目、 BGM は劣化しているもののゲームボーイ風にアレンジされていて何気にいい感じ。2つ目、キャラは削られているが四天王のうち3人が使える。3つ目、キャラクターの顔のグラフィックはスーパーストリートファイター2がベースで再現度は高い。4個目、ライバルの SNK のネットシリーズでは SD キャラになっているが本作は等身グラフィックになっている。5個目、スーパーストリートファイター2で追加されているファイヤー波動拳など必殺技が使える。6個目、スーパーファミコン版のストリートファイター2ではサバイバルモードがなかったが本作はサバイバルモードがある。スーファミ版より遊べるモードが多い。7個目、スーパーゲームボーイに対応している。しかもフレームもちゃんとステージごとに用意されている。しかもスーパーゲームボーイだと通信ケーブルで通信しなくても対戦ができる。もちろんレトロフリークでも対戦ができる。9個目、エンディングのグラフィックもゲームボーイの性能を考えるとよく再現されている。ストリートファイター2、残念なとこいきましょう。1つ目、やはりオープニングは移植されていない。ある意味そこら辺は安定している。2つ目、四天王が3人使えると言っても使えるキャラが大幅にカットされている。バルログはホンダはどこへ行ったんだ。3個目、スペックの低いゲームボーイでの移植なので全体的にかなり劣化している。4個目、ゲームボーイの貧弱な十字キーとボタンが悪いのか、もともとのプログラムが悪いのか、必殺技が出ない。スクリューファイルなんかマジで出ない。5個目、なのに CPU はバンバン必殺技を使ってくる仕様なので CPU が強い。6個目、同キャラ対戦ができるのはいいのだが色が変わったりしないので非常に分かりにくい。同じグラフィック。7個目、ゲームボーイのスペックが低いため画面がちらつく。モーションが少なく動きがカクカク、マジで地獄のグラフィック。8個目、モーションが少ないこともありワンテンポ遅れた感じでラグい感じの操作感覚になっている。空中戦などは操作不能。9個目、やはりゲームボーイの限界なのかボーナスステージ全面カット。ボーナスステージがないのも寂しい。10個目、そしてロームカセットだがロードが長い。やはりゲームボーイの限界なのか。11個目、今までのストリートファイター2シリーズの移植が良かっただけにゲームボーイユーザーは安心して購入した結果あまりの移植度に地獄に叩き落とされた。ロード比較いきましょう。ゲームボーイ版ストリートファイター2、スーパーファミコン版ストリートファイター2ターボ、メガドライブ版ストリートファイターダッシュプラス、そしてプレイステーション4版ストリートファイターダッシュターボ、こちらの4本で比較します。起動はロムなので速いので今回は戦闘こちらだけを測っていきましょう。まずは第1戦目、画面が暗くなったらカウンタースタート。やはり速いのがプレイステーション4、そしてメガドライブ、スーパーファミコンと続きましてゲームボーイやっと来ました。 8.61 秒、一番速かったプレイステーション4版と 5.50 秒差がつきました。2戦目のロード比較、こちらも行きましょう。2戦目でゲームボーイ版は速くなるのかどうなのか見ていきましょう。画面が暗くなったらカウンタースタート。ここでね負け顔が出るんでそこら辺もだいぶロードに関係すると思います。やはりゲームボーイ版遅れてます。さあ来ました、プレイステーション4、さすがに速い。そして先ほどと同じですね、メガドライブ版、スーパーファミコン版、そして一番最後ゲームボーイ版でした。 16.95 秒、
17秒もかかりましたね。一番速いプレイステーション4版との差は 7.37 秒。いやー、結構差がつきました。やはりゲームボーイの限界なんですかね。もうスーファミ版とはあまりロードが変わらなかったですね。グラフィック&サウンド比較いきましょう。ゲームボーイ版、スーパーファミコン版、メガドライブ版、プレイステーション4版、こちらは先ほどと同じソフトです。それでは比較スタートします。それではまずはチュンリーステージ見てください。まずはこちらがベースです。プレイステーション4版、スーパーファミコン版、メガドライブ版、ゲームボーイ版、同時比較です。やはりね、プレイステーション4版、コカ・コーラの箱がなくなってるんですよね。ゲームボーイ版、寂しい。誰もいない。ゴーストタウン。続きましてこちらバイソンステージ行きましょう。まずはプレイステーション4版、スーパーファミコン版、メガドライブ版、ゲームボーイ版、やはり誰もいない。同時比較です。劣化移植といえばこちらとも比べていきましょう。日本では未発売マスターシステム版ストリートファイター2ダッシュ。さあどこまでね劣化がどちらが劣化早いのか見ていきましょう。まずはキャラ選択画面。いやー、マスターシステムエレサっぽけだな。ゲームボーイ版の方はなんか頑張ってる感ありますね。さあ両ステージ見比べていきましょう。両方ねキャラグラフィックはスーパーストリートファイター2です。まずはゲームボーイ版、マスターシステム版、同時比較。まだなんかゲームボーイ版の方がマシに見えますね、こうやって見ると。続けまして剣ステージ。さあ見比べていきましょう。まずはゲームボーイ版、マスターシステム版、同時比較。船ちっちゃいな、マスターシステム版。やばいやばい。今回はゲームボーイ版
ストリートファイター2を解説と比較しました。やはり貧弱なゲームボーイへの移植、無理を感じますね。ストリートファイター2シリーズの移植が良かっただけに、このゲームボーイ版は黒歴史の一本と言える出来。スペックの足りないハード、そして貧弱な十字キーとボタン。さらに開発は今まではカプコンがやってたのに、ゲームボーイ版の開発はサンエルが開発したのも原因。全体が劣化しているし、なんといっても必殺技が出ない。すごく興味のある方、コレクター以外にはおすすめできないソフトですね。クソゲーな好きな方にはおすすめです。今回の動画はここまでにしたいと思います。いろいろと動画も作っていくのでよろしくお願いしますね。それではバイチャ。